霊界通信小桜姫物語浅野三郎著10親子の恩愛。参考のために少し誘拐の修行の模様を聞きたいとおっしゃいますか。よろしゅうございます。私の存じていることは何なりとお話しいたしますが、しかし見解でやるのと格別の相違もございますまい。私たちとてやはり神前に正座して心に天照大神様の皆を唱え、また八百万の神々にお願いしてできるだけ汚い考えを洗いのけることに心を打ち込むのでございます。もとより肉体はないのですから、現世でやるような再会沐浴はいたしませぬ。ただ再会沐浴をしたと同一の清らかな気持ちになればよいのでございまして。それで本当に深い統一状態に入ったとなりますと、私どもの姿はただ一つの玉になります。ここが現世の修行と誘拐の修行との一番目立った相違点かもしれません。人間ではどんなに深い統一に入っても体が残ります。いかにご本人が心で無と感じましても、そばから見ればその姿はちゃんとそこに見えております。しかるにこちらでは本当の精神統一に入れば人間らしい姿は消え失せて、そばから覗いてもたった一つの白っぽい玉の形しか見えませぬ。人間らしい姿が残っておるようではまだ修行が積んでいない何よりの証拠なのでございます。そなたのその見苦しい姿は何じゃ。まだ執着が強すぎるぞ。私は何度見苦しい姿をおじい様に見つけられてお小言を頂戴したか知りませぬ。自分でもこんなことではダメであると思い返して一生懸命神様を念じてあくまで清らかな気分を続けようと焦るのでございますが、焦れば焦るほどちらりちらりと暗い影が差してきて統一を妨げてしまいます。私の岩屋の修行というのはつまりこうした失敗とお小言の繰り返しで自分ながらほとほと愛想が尽きるくらいでございました。私というものはよくよく執着の強い罪の深い女性だったのでございましょう。この生活が何年くらい続いたかとのお尋ねでございますか。自分では一切夢中でさほどに長いとも覚えませんでしたが、後でおじい様から伺いますと、私の岩屋の修行は現世の年数にしてざっと20年余りだったとのことでございます。現世的執着の中で私にとりて何よりも断ち切るのに骨が折れましたのは、前申す通りやはり血を分けた両親に対する恩愛でございました。現世で何一つ高校らしいこともせず、ただ一人先立ってこちらの世界に引き越してしまったのかと考えますと、何とも言えず辛く、悲しく名残惜しく、相すまなく、いても立ってもおられないように感じられるのでございました。人間何が辛いと申しても、親と子が順序を変えて死ぬるほど辛いことはないように思われます。無論私には夫に対する執着もございました。しかし夫は私よりも先に亡くなっており、それにまた神様が時節が来れば合わせてもやると申されましたので、そちらの方の諦めは割合早くつきました。ただ現世に残した父母のことはどう焦りましても諦めかねて悩み抜きました。そんな場合には神様も精神統一もまるきりあったものではございませぬ。私はよく間近の岩へかじりついてもだえ泣きに泣き入りました。そんな真似をしたところで一旦死んだ者がとても現世へ戻れるものでないことは十分承知しているのですが、それでもやはりやめることができないのでございます。しかも何より困るのは現世に残っている父母の嘆きがひしひしと誘拐まで通じてくることでございました。両親は怠らず私の墓へ詣でて花や水を手向け、また10日祭とか50日祭とか申す日にはその都度神職を招いて丁重なお祭りをしてくださるのでした。修行未熟のその自分の私には限界の光景こそ見えませんでしたが、しかし両親の心に思っていられることは
はっきりとこちらに感じてくるばかりか、姫や、姫や、と呼びながら、絶えいるばかりに泣き悲しむ母の温情までも、あの自分のことは、今思い出しても、おのずと涙がこぼれます。こういった親子の情愛などと申すものは、いつまで経ってもなかなか消えてなくなるものではないようで、私は現在でもやはり、父は父として懐かしく、母は母として親しく感じます。が不思議なもので、だんだん修行が積むにつれて、どうやら心の発作を打ち消していくのが上手になるようでございます。それがつまり向上なのでございましょうかしら。